フェです。花とバルと言います。あと健三。みんな大学の同級生でドバイにいます。どうだった？ミサイルは。ミサイル、最初の日は結構びっくりした。なんかちょうどハイキング行ってて、空港の近くの、でそこでみんな通知携帯に来て、で空港が多分危ないみたいな感じになったので急いで帰りました。なるほど。健三はどうだった？オーナー帰ってきてないからね。そう、帰ってこれなくて、花がずっとダウンタウンで預かってるっていう、そういう状況ですね。悪いた？ミサイルの時。おったよおったよ。どうやった？怖かったよ普通に。怖かった。初めての戦争。初めての戦争。そう、意外ながら初めての戦争ですね。意外ながら。ということでカフェラテじゃない、カプチーノいただいてます。ここのコーヒー普通だよ。いや、俺犬アレルギー。犬アレルギーなんですけど。知らん。いいね、こんな可愛いけんね。平和ですね、今日も。金もらってる。なんかね、海外の人たちはドバイにいる人は金をもらって安全って発信してるんだみたいなね。そう、私もイギリスの友達に「大丈夫よ、安全よ」ってメッセージしたら「なんかいいよ」みたいな「本当に言って」みたいな言われた。そうなんや。いや本当にって。いや本当にね。お金もらってないですね。もう憶測とかさ、フェイクニュースとかいろいろあるじゃん。その中でどうやって正しい情報を得ればいいの？もともとさ、そういうなんか情報配信機関っていうかメディアにいたじゃん。なんていうの？情報配信機関。なんていうのそういうの？メディアにいたわけじゃん。で、そうやってさ、どうやったらさ、これ本当の情報だなとかさ、これは怪しいなとか、どうやってわかる？そうね。でも 100% っていうのは絶対ないし、一つのメディアを見てこれが本当かどうかっていう分かることないと思うので、私はもう複数の媒体を確認する。例えば同じトピックだとしても、アルジャジーラとかは中東、BBC とかスカイはイギリス、で、アメリカのニュース、日本のメディアでもなんかそれぞれいろんな媒体を見るようにしてます。で、それで同じようなこと言ってたら本当だなって思うってこと？そうね、本当だなじゃなくて、他のところはどういうふうに発信してるのかなみたいな。書き方が違うっていう。書き方が違ったりとか、ニュアンスが違ったりとかするので、一つのものだけ見て信じるみたいなのはしないようにしてます。なるほどね。あとは例えばそのソースが何か、政府が発表したものなのか、個人がね自分のオピニオンを述べてるのかどうか、そこを確認するようにしてます。なるほどね。だから俺が例えばどこどこにミサイルが落ちたらしいよみたいなのは信用しないってことね。なるほど。で大体どの記事もそのソースは書いてるはずなので、例えば、UAE 政府がこう言ってますって書いてあったら、実際に UAE 政府のウェブサイト行って、そのプレスリリースだとかを確認する作業が必要だと思います。なるほどね。だから SNS で見たやつをすぐ信じるんじゃなくて、ソースはどこだとか、ソースが書いてあったら本当にそのソースにちゃんと書いてあるのかとかは確認した方がいいなと。毎回それはできないから大変ではありますが、映像もそうだね。映像とか写真とかも、今はね昔の映像が流れてたり、全然違う風景とかがあったりするので、AI の可能性だってあるし、そうだね。難しいなって思う。難しいよね。俺あんまニュース見ないからね。花から聞く情報しか信じてないけど、花がそれ嘘ついてる可能性もあるっていうか。フェイクニュース流してるかもしれない。俺にフェイクニュース流してる。いやでも花はちゃんとねソース確認するでしょ。
まあなんか気になって他のを見てしまう、一日中ニュース見てテンション下がってるんでしょそう落ち込んでるんでしょ疲れたみたいなやむニュース見てやむみたいな癖になってるわ。癖になってしまう。まあもともとねメディアにいたからね癖になっちゃうよねきっとね。見てしまうね。なるイギリスメディアとか特に、今なんか書き方うんっていろいろあるから、そこも気になる。これ言っていいのかわかんないけどあれだよイギリスメディアはドバイヘイトを推してるというかヨーロッパ全体そんな気がする、なんかなんだろうな、やっぱりこうドバイに来てる人、インフルエンサーだったりとか、なんだろう、言っていいのかなやっぱその税金をやっぱり払いたくないから来てる人がやっぱ多いわけですよね。そうだね。で、まあ、イギリスに住んでる人からしたら、今ドバイがこういう状況なのはなんか嬉しいわけ。なんかざまみたいな。まあそうだね。だからまあそういう風潮がある。確かにその一般層からしたら嫉妬があるし、国からしたらうちの国に落とすはずだったお金をなんで他の国に持ってってんだろうっていうところだよね。そうだからやっぱりこういう状況になった時に、イギリス政府が例えばチャーターを用意するっていう話も、なんか結構ディベートに上がったりしてて、メディアの、なんか税金払ってないイギリス人、わざわざなんでドバイからイギリスにこう助けようとする必要はあるのかみたいな。なるほど。そういうね議論が結構最初の方から流れてて面白いなって思います。なるほどね。そういう議論が多いのがイギリスとフランス？ヨーロッパ全体？ヨーロッパ全体？そんな気がしました、メディアでは。なるほど。面白い。他の国だったらそんなね議論にならないような話なんだけど、なぜかドバイとかね、UAE にいる人に対してはちょっと批判的な声が多いなって思います。日本はなるほど。もし聞きたい方がいたら花に直接連絡してください。ごめんなさい。カット多かったと思うんですけど、言えない内容がたくさんありすぎて、はい。むずいね。そうだね。でも、今言えるのは私たちのね、私たちの現実というか。そうだね。この YouTube ではもう本当に具体的な日常を見せてるので、まあそんな感じなんだって思ってもらえたらいいかなと思ってます。まああれだけ教えてあげみんなに伝えよう。メディアを例えばドバイの情報を取得するなら何が一番いいか。ドバイの情報は、まあ記事も貼っときますが、まあ政府の発表。政府は直接ウェブサイトに行けば、プレスリリース出してるので、まあ、なんか新たな法律だとか、まあ、今のミサイルどれだけ攻撃されてるかとかっていう数字を出してるので、直接政府のページに行くことをおすすめします。あとはエミレーツのメディアですね。こっちのローカルのテレビ局だったりとか、ハリーチタイムズとか、WAM は結構信頼できるソースだと思います。なるほど。で、結構細かく毎日いろんなことを発信してるので、そっちを直接見た方がいいと思います。なるほどね。あとはそれぞれの日本の大使館だったりとか総領事館のウェブサイトでもプレスリリース出してるので。なるほど。そっか、日本語しかわかんない人は総領事館とかのサイトの方がいいか。いやでも政府のサイト行って翻訳ボタンを押せばいいのか。翻訳も出せるし、日本語で訳して発信してるウェブサイトもいくつかあります。でも翻訳もさ、正しい翻訳かどうかもわかんないじゃんね。そうね。そしたらね、直接サイト行って
翻訳ボタンを押した方がいいよね。そうですね。だからさ、俺らもその直接翻訳して記事出すのやめようって言ったじゃん。だから僕たちのウェブサイト、普段ニュースとか、記事とかいろいろ出してるんですけど、まあ花の判断で、やっぱ一時情報がすごい大事っていうことで、僕たちが翻訳したものもその間違った解釈をされてしまう可能性だってあるし、それって本当の一時情報じゃないよねっていうことで、一時情報を仕入れて話すことも一時情報ではないのかなっていうふうに思っていて、なので僕たちのサイトにもそういうニュースは出さないでおこうっていうことになったよね。それはもうこの情勢が始まってからすぐにそういう判断になりまして、なのでうちのサイトでは、そういう情報は載せてないんですけど、ここのサイトから情報を見たらいいですよっていうのはまとめてるよね。はい、概要欄に貼っておきます。あとは英語のニュースを読む方もいらっしゃると思うので、用語集、こういう言葉が使われてますみたいなまとめもあります。なるほど。普段は使わないような単語が今出てきてると思うので、ね、戦争用語だったり戦争用語ってね、今まで勉強したことないからねわかんないよね。どう思う？たくさん情報をインプットした方がいいと思うよ、毎日。俺はインプットしてない側なんだけど、花の話聞いてると俺の方がメンタルの状態いいなって思う俺はもちろんさ、オイルの価格が上がるかもしれないとか、そういう可能性の話はすごい大事だと思ってて、その方が次のアクション考えられるから大事だと思うんだけど、ミサイルがどうのこうのとか、なんか不要なニュースは入れなくていいかなとか、あとは SNS の批判とか否定とかそういうのは見ないようにしてる、ね。あと全部嘘だと思って過ごしてるかも。全部フェイクだと思って、なんか全部本当かなって思っちゃうと疲れるし大変だから、全部嘘だと思ってる、これ全てがだって俺ミサイル見てないもん。その日いなかったし、今もね、なんか飛んでるみたいな話は聞くけど俺見てないしみたいな。何が嘘で何が本当か分かんない。壊れたビルも見てないし、この目でね。だからその方がいいのかなって思ったりはするけど、どうね、そこが難しいなと思う。なんか知っておくべきこととか準備しておくべきとか、リスク考えるっていうのも大事だけど、コントロールできないこともたくさんあるから、そこをね、いっぱいインプットしてなんか心配になったり病んだりしてもって思う、ね。そうだね。でもね、そうね。例えばイランが声明でさ、銀行をアタックしますとか、アメリカ軍の施設攻撃しますとか聞くと、例えばそういうところを離れなくて、それはマジで怖い。でもなんかそれをやっぱ読むと、こういうとこには行かない方がいいなとか、例えば夜は窓の近くにいない方がいいなとか、ね、そういう情報は大事かなって思うけど、あとは俺はもうドバイ政府を信じるしかないなって思って、ドバイ政府が阻止してくれるでしょうって思ってる。今までこの、ね、1週間2週間、すごいなって対応が、そうだね。本当に感動するレベルですごいと思う。守ってくれてる感、あったかさ感じるもん守られてますね。なんかって言えって言われましたカット嘘で、冗談で。なんか子供の時に父と母が守ってくれる感覚を思い出す伝わるこれなんか頼れるみたいな、なんとかしてくれるっていう、そういう感覚があるかな。ジムとかは人少なくなった？そうなんや。若干。あと今結構いろいろ無料、なんかフリークラス無料とか、レストラン無料とか、レストランとか入場料無料とか、いいし、アクセス無料。
かいっぱいあるんでいいね。めっちゃお得。お得だね。奥でいい？うん。こっちだっけ？ここだよね。どこでも大丈夫。おぞす。バイバーイ。バイバイ。帰ります。